リクです。AI 猫のアポロと申します。オンオンラインラインゲーゲームをムを作ろう。作ろう。始始ままるよー。一緒にオンラインゲームを作ろう。いよいよ第3話です。今回行うのはこちらです。ババン。矢の動機と矢が当たった時に発生するエフェクトの動機、そしてチャット機能開発です。はい、それでは前回から引き続きスクリプトを書いていきます。皆さんのパソコンで前回の Unity プロジェクトを開いてスクリプトエディターも立ち上げてください。なお、スクリプトエディターについては第2話で説明してます。それでは準備はいいですか？ Step 5. エフェクトの動機。矢の動機と矢が当たった時に発生するエフェクトの動機を実装します。まずは矢を飛ばす処理の動機を行っていきますね。さっき楓ちゃんが作ってくれた処理を RPC で呼び出せるようにします。関数名はコールシュートアローにします。わかりやすくつけろってアポロに言われてるからね。この関数に前回使用したストリクス RPC アトリビュートを追加します。打つ位置と角度を引数として設定します。それぞれベクター3のポジション、ローテーションとします。この中で楓ちゃんが作ってくれた処理を呼び出します。こういう感じ。これで OK と。次にエフェクトを再生する処理を作ります。関数の名前はプレイエフェクトとします。エフェクトの再生位置を変更して再生させる機能です。はい、こういう感じですね。この処理も RPC で呼び出せるようにします。名前はコールプレイエフェクトにします。矢を打つ処理と同様にストリクス RPC アトリビュートを追加します。引数にはベクター3のポジションを設定します。関数の中で先ほど作ったプレイエフェクトを呼び出せば完成です。最後にキャラクターに矢が当たった時にエフェクトを再生する処理を追加します。これでよしと。これ以外にもキャラクターの動きもついでに動機つけていこうと。では早速試してみます。これから左右の画面で同期していることを確認してみます。相手に弓が当たると、このようにエフェクトも同期されます。続いて、他の動作も同期してみます。焚き火に火をつけてみます。はい、このように左右で火がついたことが確認できました。切り株にも座ってみましょう。よいしょ。はい、このようにお互いに座っていることが確認できました。はい、これで矢が当たった時のエフェクトの動機は完了です。Step 6. チャット機能開発。引き続きストリクス RPC を使ってチャット機能を開発していきます。皆さん準備はいいですか？次にチャットを送ってから表示するまでの動機を実装します。表示させるのはログと吹き出しの2種類です。リク、頼んだぞ。はい、頑張る。チャット文字列の入力は Unity 標準機能のインプットフィールドを使うぞ。まずはチャットの送信からログの表示までやってみるか。任せて。まずチャットを送信する関数の名前はセンドチャットにして、引数は名前とメッセージと送った時間も必要だから、ストリング型のネーム、メッセージとデートタイム型のタイムを設定します。次はセンドチャットを呼ぶ RPC を作ります。関数名はコールセンドチャットで、引数は同じようにネームとメッセージと。ちょっと待つにゃ。RPC にはストリクス RPC コンテキストといって送ったプレイヤーの情報が取得できる特別な引数があるにゃ。いい機会だから説明するぞ。今回はチャットを送ったプレイヤーの名前を取ってみるぞ。まず RPC に名前以外の引数をつけて、最後にストリクス RPC コンテキストを追加するんだ。はい。
次に、リクの作った関数を呼ぶんだが、名前はさっきのコンテキストから取るんだ。コンテキストのセンダーというパラメータからゲットネームして、OK にゃ。最後にチャットの送信キーを押したときに、RPC を呼べば完了。ストリクス RPC コンテキストは自動で渡されるから書かなくていいにゃ。よし、これでログの表示まで完成だ。あとは吹き出しの表示だな。吹き出しって頭の上に出るやつだよね。どうやるんだろう。まず、吹き出しはチャットを送ってきたキャラクターに表示させる必要があるにゃ。そのために、キャラクターオブジェクトの所有者で判別する方法を教えるぞ。まず、さっき使ったストリクス RPC コンテキストには、センダー UID というオブジェクトの所有者を指すパラメータがあるにゃ。それと、ストリクスレプリケーターにあるオーナー UID を比べて一致したものが、その RPC を送ったキャラクターということになるにゃ。これで吹き出しの表示もできたにゃ。キャラクターの同期処理とチャット機能開発が完了しました。なんだろうな、あっという間に開発しちゃった感じ。ストリックスクラウドを使ってるからな。さあ、リク、みんなで一緒にプレイしてみっか。ではゲームにログインしますね。そう、今日はね、アメリカに住んでいる親友のエマも参加してます。わーい、エマだ、エマだ。会いたかったよ。ヒュー、みんなで遊ぶと超楽しいね。カエルちゃん、ぐるぐる回りすぎ。あはは、あははは。何時？何時？イエーイ。どうだったかにゃ？リクの作った移動、アニメーション、弓の動機がちゃんと動きました。そして、矢が当たった時のエフェクトの動機、そしてチャットも実現できました。このように、ストリクスクラウドを使うことで、わずかな時間でオンラインゲームを作ることが可能になることが分かりました。一緒にオンラインゲームを作ろうでは、皆さんと一緒にゲーム開発ができるよう、これからもチュートリアル動画を配信していきます。リクの開発ブログも更新していきますので、皆さんのオンラインゲーム開発の参考にしてくれにゃ。それでは、また。